ちゃんです。今日も大阪弁聞いてもらいます。前回、大阪のおばちゃんはヒョウ柄の服が好きって言うたやろ。せやけど私ヒョウ柄の服これしか持ってへんねん。これからも YouTube でこのネタやるんやったら、緊急事態宣言が終わって店開いたら新世界にヒョウ柄のもっとすごいヒョウ柄の服買いに行かなあかんな。ここにヒョウとか虎の顔を描いたやつ、前に N35 の11関係で紹介した呼び方の付録やってみたいと思います。まずおじさん、あんまり知らん人。おじちゃん、これはお父さんお母さんの兄弟、おじちゃん、おっちゃんとか言います。おっちゃんは近くにいてる男の人に声かけるとき、おっちゃん、おっさん。おっさんはちょっと腹立つとき、あのおっさんな腹立つね。この時はおっさんです。クソおっさん、もっと腹立つとき、めっちゃ腹立つ。あのおっさんクソおっさんやで。これうちだけかな。おじさん五段活用ですわ。おじちゃん、おじさん、おじちゃん、おっさん、クソおっさん。今度はおばさん、おばさん。基本大阪ではさんはつけへんけど、おばさん言うときはよそ行き。おばちゃん、これは普通にお父さんやお母さんの兄弟、おばちゃん。それからまた近くにいてる女の人を呼びかけるとき、おばちゃん言います。おばはん、これちょっとあんまりきれいにしてないおばちゃん、化粧してないとか普段着のままその辺歩いてるおばはん。ちょっと男の人がよう使うと思います。ババア、これ腹立つ時、これも腹立つ、ババアみたいに言います。それから最後はめっちゃ腹立つ時、あのクソババア。いやよ、だんだん柄悪なってきたわ。ごめんやで。これは年代とか性別によっていろいろあると思います。今日紹介したのは、ふーちゃんの場合です。私の例です。次に兄ちゃん姉ちゃんの話。ゲーバーでの出来事。きれいに女装したおかまのお姉さん、お客さんとの会話の中でちょっと姉ちゃん怒ったら兄ちゃんなんねんで。ほんまや、忘れてた。兄さん姉さんは大阪では別に兄弟じゃなくても年が上でも下でも関係なく兄さん姉さん使います。これは親近感を込めて呼ぶときに使います。吉本の芸人さんも先輩芸人のことを兄さんとか姉さんとか呼んではりますな。あっこから来たんかな。よう知らんけど。よう知らんけどで思い出した。大阪の人がよう言うと言われてる。知らんけど。ちょっとあんた知ってる？駅前にできた新しいラーメン屋。めっちゃ美味しいらしいで。知らんけど。なんやねん。知ってんのんか知らんのんかどっちやねん。どっちやねん思うでしょ。思えへん。思っても思わんでもどっちでもええけど説明させてもらうわ。これは日本語の説明で言うところの何々そうです。伝聞のそうです。だからこれは人から聞いた話をあんたに伝えてるだけやで。
せやから内容についてはうちは保証せえへんっていう逃げです。知らんけど。冬になったらコンビニにぬくぬくの肉まん売ってるやろ。これ全国区。大阪では一年中デパ地下でも売ってる蓬莱の豚まん。大阪では肉まん言えへんねん。豚まん。あれは豚まん。ほんで蓬莱かてパチモンあるから気ぃつけなあかんねんで。うちらが愛してやまへんのんは551の蓬莱の豚まん。551じゃない蓬莱の豚まんもあるんや。誰でも1回か2回間違える。失敗する。うちかてな、中学の時な、1回間違うて買うたことあんねん。蓬莱や思てな、間違いないわ思て買うて食べたらな、皮の味全然ちゃうねん。びっくりしたわ。ほんでな、その551の豚まん、どこの家にも冷凍したやつ冷凍庫に入ってんねん。たこ焼き器が一家に1台と同じで、一家に何個か冷凍の豚まんが冷凍庫に入ってる。いつでも小腹が空いたらチンして食べる。これ大阪の常識やで。だいぶ前の話やけど、うちの娘が海外に住んでた時、ルームメイトの子がな、日本人やけど静岡の子やねん。その子が日本に帰って大阪行きやってん。で帰ってきて次の日、冷蔵庫開けたら551の豚まんが冷凍され入ってたらしい。それ見てびっくりした言うてたわ。大阪出身の自分でもここまで持ってけえへんのに、なんで知ってんねん。551も全国区、いやグローバルやで。東京の友達とこ遊びに行った時、お土産に持って行ってん551の豚まん。その友達次にうちに遊びに来た時、帰りにあの豚まん買うて帰りたい言うて、ぎょうさん買うて帰りやったわ。ほんでな、名古屋の親戚もうち来たらいっつも帰りに新大阪の駅で豚まん買うて帰りやる。いっぺん食べたら忘れられへんねんやろな。551の豚まんある時、ない時、こんな CM やってます。テレビでこんな CM やってます。うちなんぼかもらわなあかんな。ほな今日はこのぐらいにしときます。さいなら、また見てね。